皆さんお元気でしょうか。スージーと申します。今回は実写ドラマからかい上手の高木さん、実際どうなのというテーマで話していこうと思います。よろしくお願いします。高木さんファンから賛否が噴出している実写ドラマ、そして映画の高木さん。賛否というかほぼ9割方ピでしたけど3ピピピピピピピぐらいでしたけど、現状3話まで見た僕の率直な思いといいところと悪いところをいろいろと話していこうと思います。これから話す内容は全て僕の感想ですので、そこはご承知おきください。さて早速なんですけども、実写版からかい上手の高木さん、3話まで見た感想なんですが、思ったよりもいいっていうかかなりいい。正直実写ドラマとしてはかなり成功してる部類だと思います。これは忖度なくマジで思ってますね。現状3話ではあんだけ3ピピピピピピピだったのをくるっと手のひら返しさせてくれたって感じですね。いやマジでね素晴らしいです。正直ねまだ見てない高木さんファンにも、普通にドラマが好きな人にも見てほしいぐらいのクオリティだと思いました。というわけでまずはねいいところをいろいろ話していこうと思います。まずねやっぱ大前提なんですけど、原作ちゃんと大切にしていました。正直漫画の実写化の一番大切な部分はもうここなんで、これだけでねかなり安心感がありました。ただ皆さんご存知の通り、ドラマの後半、そして実写映画、原作にはないオリジナルストーリーがありますんで、そこはね後で悪いところで口述しますそこもちゃんとねお話しします。で原作をちゃんと大切にしてるっていう部分なんですが、3話までだとちゃんと原作に寄り添ってますね。それはストーリーだったりとか原作でのセリフ部分だったりとかで、大まかな流れをきちんと変えずに原作の面白いところをちゃんと実写で描いてるっていうのはやっぱり素直に評価できますね。やっぱりね漫画の実写化で一番叩かれるのはわけのわからないオリジナル要素、もうこれに尽きますんで、これが現状ほぼないのは、素直に評価できます。ちゃんとドラマサイドと原作のね山本宗一郎先生側で話し合いがあったのかなとね思っています。さて続いて2つ目、これもねめっちゃ大事な部分ですね。高木さんと西方の演技がいい。いやいいですね。高木さん役の月島瑠衣さん、西方役の黒川想也くん、2人ともねリアルの学生さんなんで、作中での空気感、高木さんと西方のこの2人のねやっぱリアルなやり取りはね、実写化だからこそ中学生っぽい微笑ましい可愛らしいねやり取りだったりとか、すごい青春を感じるやり取りだったりとか、やっぱり2人のねリアルな演技はかなりいいですね。月島さん、高木さんに関してはドラマ初出演なんで、セリフ回しだったりとかでちょっとたどたどしいところもあるんですけども、それも逆にリアルな感じがしてありじゃないかなと思っています。でこの作品結構長回しが多いんですよね。長回しというか、一つのシーンをすごく長くゆったりと描くっていう、もうドラマだったらさ、もう次次次って感じで視聴者を飽きさせない作りをどうしてもねしてしまうと思うんですけど、この高木さんという作品に関してはやっぱり高木さんと西方のこの2人のやり取り、これがねメインなんで、これをしっかりと長尺でゆったりと描いてる部分がね見受けられるんですよね。これもねこのドラマを構成する上でめちゃくちゃいい要素になってると思いました。特にね1話の夕日の話だったりとか3話の後半だったりとか、ここはねかなり2人の青春感が味わえて、めちゃくちゃ僕はいいと思いましたね。すごく好きでした。さて続いて3つ目、映像が素晴らしい。もうこれはアニメ高木さんの聖地で学っている香川県小豆島での撮影が見事に成功したって感じですね。もう映像がねもう美しい。街中での撮影だったりとか、ちょっと路地での撮影だったりとかもあるんですけど、すごくね穏やか、画面が穏やかでごちゃごちゃしてないし、すごくねすっきりしてるんですよね。やっぱり至る所で人通りの少ない道だったりとか、静かな通り道だったりとか、海だったりとかで、向こうにね島が見えますみたいな、小豆島だからこその風景、これがね至る所でね撮影されてて、いや聖地巡礼したこともある僕としては至る所で聖地がねいっぱい出てくるんで、これもいい要素ですね。このドラマの良さをねやっぱさらに引き出してる。やっぱり小豆島での撮影はねかなりね生きてます。今後もねいろんな聖地が出てくると思いますんで、このドラマを見た後に映画もねそうですけど、見た後に小豆島にね遊びに行くっていうのもねまたすごく楽しいと思います。続いて細かいところも原作に寄り添ってる。1話でもねちょこっとね登場していましたけど、100% 片思い、特にねアニメはそうだったんですけど、100% 片思いはアニメの中でもかなり重要な要素でしたんで、ドラマでもねそれをねちゃんと引き継いでるんですよね。
これ百方じゃんとか。で、またね、話が出てくるんですけども、ブライアンだったりとか、これもね、原作、特にアニメですよね。このブライアンがアニメで西方の背中を押した、木村もね、押しましたけど、すごく重要な要素になってるんで、ここをね、ドラマでしっかりとね、再現してくれてるんですよね。ちゃんと作って。でね、3話マジで見てほしいんですけど、3話の 100% 片思いの下りがね、めっちゃ作り込みがすごいんですよ。見た人はね、もう納得してくれると思うんですけど、マジでね、その映像だったりとか、主題歌とでもね、言いましょうか。思った以上にしっかりしてます。正直びっくりしました。こういうとこでも原作をすごくちゃんと活かして、さらにドラマの良さをね、足してるような、そんな感じが伺えますね。さあ、続いて5つ目。さりげないオリジナル要素がいい。オリジナル要素って実写化ではかなり叩かれる部分じゃないですか。現状3話まででもオリジナルの部分ってのがちょこちょこと挟まってるんですよね。でもね、正直ね、ドラマ版では現状このオリジナル要素が本編の邪魔をしていない。原作をちゃんと立てた上でちょっと足してくるみたいな。これがね、さらに原作の良さを、実写化の良さを引き出しているような気がしますね。例えば1話だったら2人でね、似顔絵を描くところで見つめ合って西方が鉛筆を落としちゃって、それをね、高木さんが拾ってあげるみたいな。これはね、原作とかアニメではないくだりだったんですけど、それを足してなおかつ高木さんがそれを拾ってあげて西方の近くでそっとね、セリフをつぶやくだったりとか、夕日のところで西方が飲んだお水を高木さんが飲んでみたいな、こういう間接キスだったりとかで、さらにそれをね、西方に返した後の西方の言動だったりとか、ちょこっとしたところのオリジナル要素がね、めちゃくちゃね、生えてるんですよね。で、極めつけはやっぱり消しゴムですよね。高木さんの原点にして頂点の消しゴム、あのオチを最初じゃなくて最後に持ってきたっていうこのちょっとした改変、これもね、全然邪魔になってないんですよね。よく実写化であるような、もう自分のストーリーを押し出したいから原作をないがしろにして改変しちゃうみたいな、それがね、現状見当たらないんで、現在3話までのオリジナル要素はかなりね、僕は評価しています。すごくいいと思いました。こんな感じでね、いいところめっちゃあります。多分ね、見れば見るほど、あ、ここああじゃないとか、あ、ここ変えてるねとか、いい言い回ししてるなとか、発見がたくさんあると思います。実際僕もね、いろいろと発見してるんで、ぜひ見ていただきたいんですが、さあ、いいところだけ言ってもね、お前忖度しとるんやろみたいなことをね、思われますんで。いや、そんなつもりは全くないんですけど、ちゃんと話しましょう。悪いところ。でも正直ね、悪いところってね、僕1点しかないんですけど、この1点を全員が、全高木さんファンが危惧してるんで、悪いところ1個だけ、もうこれだけですね、現状不満点が。オリジナルストーリー。もうこれ、全部これ。なんでなんでさ、こんなに素晴らしいドラマをさ、現状作れてるのに、なんで後半オリジナルストーリーにすんの？なんで映画完全にオリジナルの話にすんの？これがマジでね、ちょっと関係者に聞きたい。ということで、オリジナルストーリーが確定してるのが不満点、悪いところですよね。現状、中学の高木さんと西方はおそらく離れ離れになってしまって、で、映画で10年後に再会するっていう、そういうストーリーがもうね、予告されてるわけなんですが、なんでそうしたのってのがすごく謎ですよね。ね、原作の高木さんだったら、中学生でちゃんとね、西方が高木さんの気持ちに気づいて告白しました。超絶ハッピーエンドでもう素晴らしいね、最終回を迎えました。そしてアニメもそうですよね。ずっと2人がね、積み重ねてきた思い。それをね、アニメの劇場版で、ああいう形で、こちらもね、超絶素晴らしくて、僕は人生で一番泣きました。それぐらい素晴らしいね、最終回を迎えて、なおかつ、エピローグと言いますか、元高木さんのね、登場というね、アニメ映画に残るね、僕は最高傑作だと思っています。そんな素晴らしい、からかい上手の高木さん、そしてからかい上手の元高木さんがありながら、なんでそれをしない？そうなると、やっぱ邪推しちゃいますよね。ね、超有名な永野芽郁さんと高橋文哉さんを起用したいがために、いや、2人のね、代表作を作りたいがために、からかい上手の高木さんという名前が欲しかっただけなんじゃないかと。邪推しちゃいますよね。名前借りたかっただけじゃないかと。あって欲しくないし、あってはならないですけど、これは。だからね、マジで関係者の人に聞いてみたいですよね。なんで、
でドラマとしては現状めちゃくちゃいいんです。めっちゃいいんです本当に。なんですけど、ただ一点この謎のオリジナルストーリーのところだけで高木さんファンがめちゃくちゃ不安に思っているっていうのが、正直に悪いところこの1点だけです。なんでこのオリジナルストーリーがどう転んでいくのか楽しみでもあり不安なところでもあります。ただね、最初に言った通り僕はねこのドラマめちゃくちゃ評価してます。めっちゃいいと思ってます。ぜひ高木さんファンにはドラマを見てほしいし、高木さんのことをまだ読んだことがない、見たことがない一般のねドラマファンだったりとか俳優さんのファンだったりとか、ぜひね原作も読んでほしい。原作アニメの高木さんとドラマの高木さん、雰囲気だったりとか空気とかはかなりね親和性が高いと僕は思いましたんで、ぜひともね相互に良好な関係を築いてほしいなって思っています。マジでおすすめですね。現状僕はこのドラマかなり評価しています。今後も一応楽しみにしています。というわけでいかがでしたでしょうか。今回はね僕のドラマの本当の実際のとこどうなのかっていうのを話させていただきました。今後もねドラマの感想動画上げていきますんで、よかったら高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。スージーでした。じゃあねー。